よく言われることですが、エンジンが人間の心臓部ならエンジンオイルは血液にあたります。そのためエンジンオイルは本来粘り、すなわち粘性があること、不純物がないこと、そしてもう一つが高温でもきちんと油膜を作り滑らかに潤滑することが大切です。ところが金属と金属が触れ合うと、そこには必ず摩擦が生じ、鉄を中心にアルミや銅などのミクロ単位の細かな金属摩耗粉を発生させてしまいます。そして一般に鉄粉と呼ばれるこの金属摩耗粉こそがエンジンオイルを劣化させる張本人であり、これらをしっかり取り除いてくれるのが針葉樹を伐採してまで作られるオイルフィルターのはずでした。ところがです、ロシを使った従来のオイルフィルターでは細かな金属摩耗粉の一部はそのまま通過してしまい、実際のところ完全には取り除けていないことが分かりました。ロシをすり抜けたミクロの鉄粉たちはオイルとともに循環して摩擦を増大させ、次第にエンジンの内部を傷つけ、ひいてはエンジンの寿命までも短くしていたわけです。では発生した金属摩耗粉はオイルをどのように劣化させるのでしょう。ミクロの金属摩耗粉が発生する、つまり金属が破壊された時にはおよそ700度から800度もの高熱を発しますが、もちろんこれだけの高熱に耐えられるオイルは存在していません。したがって高温の摩耗粉に触れたオイルの分子構造は破壊され、油膜の強さなどオイルとしての大切な要素が失われていくのです。それでもエンジンが機能できているのは、それをカバーするだけの大量のオイルが用意されているからです。ただし高温の摩耗粉に触れたオイルはそこだけ炭化します。いわゆるカーボンになります。たくさんのカーボンが発生すればレフやミッションと同様に当然オイルは黒くなります。そしてこのカーボンがエンジン内部の通路に付着し、次第に層を作り出すと、今度は冷却がスムーズにいかなくなり、オーバーヒートの原因にもなります。こうした結果、排出ガスを増加させ、車の燃費を悪くするなどさまざまな悪影響をもたらしていたわけです。ペックス Mark IV です。アルミ製のケースの中にはクッションゴム、本体、内部を固定するためのスプリング、以上です。どこにもロシはありません。そもそもオイルフィルターがないのです。中心部に近寄ってみましょう。3本並んで見える黒いところ、これが特殊配列された永久磁石です。その磁石に挟まれて小さな黒い窓が見えます。3列に並行した磁石とその間にある小さな窓の内部構造とが、実はペックス開発の最大のポイントでした。つまり全てのオイルは無数の鉄粉たちとともに必ずこの小さな窓をくぐり抜けるようになっているのです。鉄粉たちに逃げ道はありません。この時オイルとオイルの中にあるカーボンの集団も磁力線を通過する際に微粒子化され、小さく整列してエンジン内部のより狭い隙間にまで圧縮されます。さらにオイルがここを通過するときには反発する N 極と N 極、あるいは S 極と S 極と狭い間隔で交互に配列した永久磁石が乱流を起こしながら入ってくる鉄粉たちを一瞬にして絡め取っていきます。鉄粉だけではありません。アルミや銅など元来磁気を帯びないとされる金属も微粒子の状態で擦られることで静電気を帯び、一緒に集められます。ですから一旦磁石に付着した金属摩耗粉は
それが非自生体の金属であっても剥がれ落ちることはありません。オイル自体が非電動体であり、またオイルの流れが剥がれ落ちる方向にないからです。このようにペックスは最初に発生した金属摩耗粉をたちまち磁石に吸着し、ロシを通過して何度も発生する二次摩耗、三次摩耗をしっかり防いでくれます。ここがポイントです。すなわちペックスを装着したエンジンにはいつも鉄粉の少ないオイルが供給されているわけで、オイルがなかなか劣化しないのです。またエンジンの燃焼で言えばシリンダーの気密性が保たれ、ブローバイガスの減少によりカーボンの量が減り、ここでもオイルが黒くなりにくくなっています。さらにエンジンの燃焼が良くなる、つまりきちんと燃やしきると炭酸ガスが発生します。この炭酸ガスと熱くなった付着カーボンとが還元反応をして、カーボンはどんどん減っていきます。ペックスだけが可能にしたまさに革新的なマネージメントシステムと言えます。ペックスは大きく5つの利点を実現しています。まず出力と燃費からご説明しましょう。例えば車に乗っている時、私たちはいつでもエネルギーをフルに使い切っていると錯覚しがちです。しかし実際には100のエネルギーのうち約 60% は何もしないままに放熱され、さらに 12% ほどが機械による摩擦損失として失われています。しかもこの摩擦損失は潤滑油であるオイルが劣化するほどに増大します。つまりせいぜいが 24% から 28% 程度しか使い切っていないのです。しかしペックスではオイルの中の不純物を取り去り、適切な油膜を保ち続けることでこの摩擦損失を半分にまで減らすことに成功。その分走行エネルギーが増加してくれるわけです。しかも摩擦損失が減少すると熱効率が格段に向上します。シリンダー内の気密性が高まり、混合機を効率よく燃やしきることから必然的にエンジン出力がさらにアップします。それだけではありません。燃焼効率が良くなることで燃費も高速道路で 20%、 一般道でも 10% 向上させることができたのです。ペックスの2つ目のポイントはその経済的メリットです。燃費が良くなる上、ペックスにはそもそもオイルフィルターがありません。つまり繰り返しフィルターを交換する定期的な費用が一切かかりません。またオイル添加剤なども併用して差し支えはありませんが、基本的に必要がなくなります。もちろんペックスの交換も必要はありません。永久磁石を使用しており、車がその寿命を終えるまでたった一つのペックスで事足りるのです。整備時間も大幅に短縮されます。ペックスならウエスで拭き取っておけばそれで OK です。さらに忘れてならないのがエンジンオイルが驚くほど長持ちすること。なぜならペックスはオイル中の金属摩耗粉を取り除き、摩擦熱を大きく減少させることでそもそも油温が上がりません。そのためオイルがこれまでの何倍も長持ちします。このようにペックスはガソリンを節約し、オイルを節約し、フィルター交換をなくすなどコスト削減に加えて環境対策においても多大な威力を発揮してくれます。
たくさんのトラックやバス、営業車両を抱える輸送会社や企業からとりわけ注目されているのはそのせいです。次は排出ガスの問題です。PEX の大きな効果の一つは、不純物のないきれいなオイルによってシリンダーとピストンの隙間が滑らかになること。シリンダー内の小さな傷から空気が漏れることもない。つまりエンジン自体の気密性が高まり、どのシリンダーも良好で均一な爆発が得られるわけです。このように燃焼効率が良くなると、まず CO 一酸化炭素や HC 炭化水素が極端に減少します。燃費が良くなることで CO2 炭酸ガスも減少します。しかも通常 CO や HC が減ると逆に NOx が増えると言われますが、 PEX はその NOx まで減らしてしまうのです。なぜでしょう。一般に NOx は高温になるほど発生しやすくなります。まず混合気を燃やし切ることで発生する炭酸ガスと水と付着カーボンとが還元反応をしてカーボンは減っていきます。 PEX の場合はさらにシリンダーヘッド周りから付着カーボンがなくなり、均一な金属面が現れてくることで燃焼室トータルの温度が下がります。さらにブローバイガスの燃焼が減ることでもエンジン内部の温度が下がります。つまり高温になりにくい分、それだけ NOx の発生が抑えられるというわけです。 PEX は同時に白煙や黒煙も減少させます。白煙は燃焼室に残ったオイルが燃えることで発生します。黒煙はシリンダーとピストンの隙間から空気が漏れて燃焼が悪くなることで発生します。しかし PEX ならオイルの燃焼を減らし、またエンジンに傷をつけないため予定数量の混合気を燃やし切り、有害な白煙や黒煙も減少。このように PEX はほとんど全ての排出ガスを減少させます。こうした事実はカリフォルニア大学環境科学技術研究所のテストでも立証済みです。次はエンジン本体についてです。永久磁石の磁力線によりオイルの浸透性が良くなり、また金属摩耗粉を取り除くことによりエンジンの摩耗が大幅に減少、耐久性が大きく向上します。同時に各修道部や回転部が滑らかに作動する上、シリンダーの爆発も均一化するため振動と騒音が減少します。そうです、PEX は常にドライバーを快適にし、そして長くエンジンをグッドコンディションに保ち続けてくれるものなのです。